はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では暗号通貨滅びる FTX 破綻で議会は SEC を後押し、リップル略式判決に影響かということでですね、解説をしていきたいと思います。FTX ですね、まだ知らない方もいるかと思いますが、大型の取引所が数日で破綻してしまったっていう事件があって、暗号通貨産業にですね、大きな影響を与えております。それに関してですね、伴って、マサチューセッツのですね、選出の連邦上院議員のエリザベス・ウォーレン氏がですね、ウォールストリートジャーナルで考えをですね、今回共有しました。で、ウォールストリートジャーナルっていうのはダウ・ジョーンズ社がですね、発行する国際的な影響力を持つ日刊経済新聞です。で、アメリカ版、アジア版、ヨーロッパ版の他に日本語版や中国版のオンライン版っていうのも発行されております。で、おなじみ僕の動画のですね、おなじみ、ジェームズさんの方ですね、弁護人元連邦検察官のジェームズ・フィラン氏がですね、ツイートの方で、こちらのウォールストリートジャーナルの記事の方ですね、共有の方してくださいました。ご一読くださいということで、今回の動画の概要欄の方に元記事のね、僕のブログのリンク貼っておきますので、そちらからクリックしていただいて、この WS でクリックしていただければ元記事の方は見ることができます。動画の後半の方でね、そちらの方は解説していきますので、翻訳したものをですね、最後までご視聴いただければと思います。で、クリプトローですね、これはデジタル資産保有者向けの米国の法律及び規制に関するニュースメディアで、ジョン・ディートンさんですね、が運営されているメディアの方も、こちらのね、ウォールストリートジャーナルの記事のほどを引用してですね、暗号を滅ぼすという最新の主張は、エリザベス・ウォーレンからということですね、共有のしてます。で、それに対してユーザーの方ね、たくさんコメントしておりまして、ツイートにね、すごく迷ってます。規制は必要なのか不要なのか、個人的には規制なしに暗号が主流になるとは思いません。コメント考えはということで、あとはね、規制が必要ですと、暗号化企業は明確な規制を望んできました。上院議員のウォーレンのように暗号市場全体を管理操作して、ひいては大手銀行を保護するための強力な規制を望んでいるのですと。あとは経済は自ら崩壊していく、暗号がそれを救うのですという意見もありますね。あとは正直なところ、人々は彼女が何を考えているなんか気にしません。他の連中と同じように腐敗しているとか、あと、ウォーレン、上院議員は問題を見るのが好きなようですと。彼女は原因を見ることを恐れていると。なぜなら自分とその仲間が非難されるべきで、存在であることを知っているからだと。つまりね、自分たちが規制しなきゃいけないのに、それをね、原因を見たらそこに戻ってくるんではないかっていう話ですね。で、因果応報で腐敗が進むと。で、彼女のプライベートジェット費の方が米国は崩壊するって方もおっしゃっている方もいます。で、この記事は何だとか、民主党には SBF から、SBF っていうのはね、サムさんですね、CEO の方です。今回倒産しちゃった取引所の。から寄付されたお金を国民に還元するようもっと言ってやってくださいと。収入が多いくせに口だけ達者なんだなとか。あとは我々の議会のいわゆるリーダーがいかに無知であるかを示す、完璧な例だと。何年も前に行動を起こすのをめんどくさがってマッチ、仲間の SBF が失敗した時に自分たち以外を非難するような中途半端な反応をすると。で、ビットコインがゼロになるというシナリオはもう存在しない。BTC は銀行の初期の頃の金のような、金と同じような役割を担っていますと。もう黙ってると、お前が暗号嫌いなのはみんな知ってると。面白いことに、ウォーレン上院議員はこの分野の規制と透明性を求めているのですと。もし、ここ数年、明確にすることを求めていたのなら、FTX の破綻は起こらなかったでしょう。あなたのせいですということですね。コメントされてます。で、この方ですね、これもコインベースのホーム顧問のヘイリー・レノンさんって方ですね。この方もね、この記事の方ですね、引用されてまして、このようにね、コメントしております。よし、叫ぶぞ、エリザベス・ウォーレン著ということで、エリザベス・ウォーレンさんをですね、こういった形で表現しております。で、先ほどのクリプトローのメディアの運営者ですね、ジョン・ディートさん、集団訴訟の弁護士のジョン・ディートさんもこれに反応しておりまして、オーマイガーっていうことですね、ことで、記事の方を引用しております。で、そしてですね、これでね、ここからはですね、タイトル、本記事の内容になりますが、エリザベス・ウォーレンさんがね、書いている内容になります。暗号を規制しなければ経済が崩壊すると。金融の改革者たちはいつも自分たちには規制が必要ないと主張する。だがそれは間違いであることが今回証明されてしまったと。エリザベス・ウォーレン著、11月22日ということですね。で、この方がですね、ウォーレンさんで、マサチューセッツの選出の連邦上院議員で民主党員になります。
で、サム・バンクマン・フリードの暗号取引所 FTX の劇的な破綻は、マイアミヒートやトム・ブレディ、ツイッターのボット、金融ニュースの話題提供者にとっては衝撃的な出来事だっただろうと。しかし、暗号はサムプライムローンやクレジットデフォルトスワップなどの金融革新が目もくらむような報酬で始まり、悲惨な損失で終わるというような、よく見られる道をたどっていますと。支持者は、暗号は金融システムをより効率的で開放的なものにするために大きな可能性を秘めているという、そうかもしれない。しかし、そのような話は以前も聞いたことがありますと。歴史には、犯罪者や詐欺師によって仕掛けられた金融詐欺が数多く存在し、最新かつ最高のツールは規制や警察の、監視の必要性を超えて、進化していると言われてきているのであると。2008年の崩壊とそれ以前の全ての金融危機の間、このような主張は危険なほどこれが現実であることが証明されましたと。暗号技術も例外ではありませんと。FTX の崩壊は、警笛を鳴らすべきものですと。規制当局はより多くの人々が騙される前に法を執行しなければならず、議会は、次の暗号の第3次が経済を崩壊させる前に、規制構造の残りの穴を塞がなければなりませんと。で、法律を破った暗号の管理者は他の詐欺師と同じであり、司法省は刑事罰を含むあらゆる手段を用いて彼らに対して対抗すべきですと。バンクマン・フリード氏、この方だから CEO の方ですね、氏と FTX の幹部が詐欺を働いたのであれば、連邦検察は彼らを刑務所に送るべきでしょうと。今回の FTX 社の破綻はリーマンショック以前のように制御不能に陥った一つの企業に限った話ではないと。つまり証券取引委員会 SEC も同様に準備をする必要があるのですと。市場操作、詐欺、インサイダー取引など SEC は数十年にわたる規制、制定と、規則制定と個人投資の監視の経験を持ち、詐欺を根絶し、詐欺師の責任を追及する方法を知っていると。証券を定義する長年の長年の法的検証は SEC に力を与えるが、現場の検察がそれを使わないのであれば力は無価値であると。SEC は過去数年間詐欺的で未登録の暗号通貨発行に関連していくつかの強制措置を取ってきましたが、暗号産業が何百万ともの新しい投資家を引き寄せるにつれ大きく遅れを取っていますと。で、財務省はまたハッカーによって盗まれた数億ドルを含む数十億ドル相当の仮想通貨を不正取引するために使用されていた2つの暗号取引サービス、ブレンダーとトルネードキャッシュに制裁を科すために既存の法律を使って動きましたと。暗号の専門家たちは反発したが、財務省がその権限を駆使してこれらの事業体に法律の遵守を規制したのは正しかった。で、数少ない事例を取り上げるのは結構だが、司法省 SEC 財務省は最前線の執行機関であり、毎日そのように行動する必要がありますと。連邦政府機関は暗号詐欺を厳しく取り締まるためにその拡大された権限を使用する必要がありますと。で、議会はこれらの法執行機関や金融規制当局をより多くの資金で支えるべきですと。多くの暗号経営者は弁護士、広報顧問、有料の有名人支援者の組織を持ち、自分たちはみんなに適用される法律から逃れられると思っているようですと。仮に警察が暗号犯罪者を取り締まるのであれば、戦って勝利するための十分な資料が必要ですと。資金が必要ですと。で、暗号は2008年のサブプライムローンや1世紀前の株価低迷のように規制の隙間で大きく反映していますと。で、暗号の経営者は破産した会社を支えるためにトークンを作ることは決して許してはならない。すべての暗号取引所はインサイダーには有利な取引を、顧客には不利な取引をすることを禁じられるべきでしょうと。すべての暗号プラットフォームは他の金融会社が使用しなければならないのと同じ種類のサイバーセキュリティと業務手順を実装するよう要求されるべきですと。SEC はすでに暗号市場の大半でこれを行う権限を有しており、その点について疑問がある場合は議会が迅速に行動して疑問を解消する必要がありますと。で、暗号はマネーロンダリングの新たな機会を生み出しました。テロリスト、麻薬の売人、ランサムウェアの犯罪者、税金詐欺師、無法国家は数十億ドルの暗号通貨を完全に匿名で取引することにより違法行為を隠蔽することができるのですと。米国は他の国々と同様マネーロンダリングを防止するため銀行に対して顧客の把握に関する規則を遵守し、大規模な送金を追跡するよう求めていますと。で、この要件は株式仲介人との取引、クレジットカードでの購入、ベンモでの送金、さらには他の他国の親族に送金するためのウエスタンユニオンの使用など、他のすべての金融取引にも適用されますと。
で、銀行が規則に違反した場合は、制裁を受けるのが当然だが、多くの暗号取引所は、現在の顧客確認ルールの適用範囲外で行われていると。議会はその抜け穴を防ぐべきだと。で、最後に、電力網を圧迫し問題を起こす暗号マイニング企業は、その排出量とエネルギー消費量を一般に公開するよう要求されるべきであると。エネルギー省はこのような開示を、要求する手段を持っているが、もしそれを使いたがらないのであれば議会が介入すべきだと。で、暗号は詐欺だと言う人が多いと。暗号を支持する人は、この技術が世界を変える可能性があると宣伝し、否定的な人はただ理解していないだけと主張していますと。いずれにせよ、暗号は他の金融事業と同じ基本的なルールに従わなければない時期が来ていますと。暗号産業が投資家から金を盗んだり、テロリストや麻薬の売人にマネーロンダリングサービスを提供したりすることなく成功できれば、それはそれで素晴らしいことだが、抜け穴を塞ぎ、法律を厳格に施行するまで、その結論は出ないだろうということですね。ウォール・ストリート・ジャーナルの方でエリザベスの、さんがですね、考えの方を共有されてました。で、これがね、結構そのエネルギー省だったりとか SEC とかでね、所轄の監督するべきところに、力があるからね、もっと規制を強めていかなければいけないんではないかっていう形の意見になります。ですのでね、今リップルね、略式判決まだ開催されている中でね、これがね、悪い方に働かなければいいかなと個人的には思っておりますが、今後またですね、いろいろこれに関しては結構大きな話題になっていくかと思いますので、僕の方でまた情報を追ってですね、ユーザーの意見だったりとか、あとはまた新しい意見だったりね、出た場合は僕の方でまた共有の方していきたいと思います。で、僕の方は今ね、FTX 関連を含め、あと SH 問題、リップル最新情報だったり、あと DAPS、フレアネットワークス関連とかもですね、毎日情報の方を精査してまとめております。動画の方もできるだけ、毎日配信できるように頑張っておりますので、またよかったら次の動画を見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。